こんにちは、もずくです。今回の動画は事前に募集したご依頼をもとにお部屋を作るモッツルームという企画です。今回のご依頼は裸電球と丸型ストーブを使って真ん中のお部屋に古民家の古さを生かしたリノベーションハウスを作ってほしいとのことです。それでは早速作っていきます。どうぞ。まずは壁と床から決めていきます。今っぽさとリノベする前の雰囲気を残したいので、モノクロタイルの壁とラタンの床にして壁の一部は障子にします。で、私の中で古民家のリノベーションって柱とかをそのままいい感じに活かすイメージがあるので、木製の柱を障子の木枠の色と揃えて4つ置きます。で、さらにもっと古民家っぽさを出したいので床に畳を敷いていきます。次に畳とラタンの床の境目が気になるのでフローリングタイルを敷いていきます。で、なんかこのフローリングタイルも昔のお家特有の廊下っぽい感じにしています。これでなんとなくベースは完成したんですけど、柱と畳と廊下があることによってもともと畳と廊下の間に壁があって、リノベーションでよくあるお部屋を広く見せるたびに壁をぶち破ったみたいな感じにもしています。で、さらにお部屋に立体感が欲しいので廊下とラタンの床の境目に仕切り壁を置きます。これで間取りが決まったので次は家具を置いていきます。本当だったら畳が傷ついちゃうからっていう理由で家具に気をつけたいんですけど、そこを気にするほど家具の種類がないので、今回は見た目重視でノグディックなテーブルとカントリーの椅子を置きます。で、カントリーの椅子の後ろのモノクロタイル壁沿いに1マス分もしくは2マス分の背の高い家具を置きたいんですけど、3マス分しか余裕がないので、ここはカーテンのパーテーションを置いて窓があるように見立たせます。次はもう少しこの空間に密度を出したいので、壁にはウォールクロック、天井にはウッドシェードランプを飾ります。テーブルの上には少し生活感を出すために湯飲みと食器を置いておきます。次は畳の手前側を作っていきます。ここは柱を生かしてラックっぽくしたいんですけど、柱と柱の間にぴったりと挟まる家具が良かったので、お部屋の色味と合わせた学校のロッカーを置いて、上には音楽を流せるようにラジカセを置いておきます。さらにアイアンウォールラックとシンプルなウォールシェルフを組み合わせて、これで柱を生かしたラックは完成です。次は空間を埋めていきます。畳の上にはクッションを置いて、壁にはコンセントに見立てたスイッチを飾ります。で、今回植物も飾りたいので、空いたところにシェフレラを置きます。で、さらに指定家具の裸電球とテーブルの近くに丸型ストーブを置いて、これでこのスペースは完成です。次はキッチンスペースを作っていきます。まず壁沿いに冷蔵庫と仕切りカウンターを2つ置きます。で、今回は対面型のキッチンにしたいので、アイランドキッチンをテーブルの方に向けて置いて、キッチンの後ろに木製ウォールパーテーションを置きます。次に換気扇を設置するんですけど、ウォールパーテーションを置いたことによってお部屋の真ん中に換気扇を置いても違和感がないと思います。次はキッチン道具を飾っていきます。ちなみにキッチンスペースの照明は天井でもいいんですけど、今回は壁の上の方が広く空いているのでアイアンウォールランプをキッチンの照明にします。次は色のバランスを整えていきます。左側にシェフレラと畳の緑の割合が多めなので、右側にも植物と緑色のディスプレイボトルを置きます。さらにヴィンテージなスツールを置いて、左側の学校のロッカーの色を回収して、
右側の壁にはブレーカーを飾ります。これでキッチンスペースは完成です。次は手前側のスペースを作っていきます。ここはリビングスペースにしたいので、ソファーとローテーブルを置きます。で、ダイニングテーブルの方に食器類を置いたので、このテーブルの上はガラスのキャンドルを置きます。壁にはソファーから見える位置にテレビと植物と照明、エアコンを飾ります。天井にはエアコンの風を回すためにシーリングファンを配置します。次は微調整をしていきます。玄関側のスペースが空いているので、スリッパを置いて、木製ウォールパーテーションの上にダイヤル式電話を置きます。これでお部屋は完成です。ちなみにこのお部屋はカーテンを閉めて、ライトを暖色のライトにすると雰囲気が出るので、ぜひ参考にやってみてください。いかがでしたでしょうか。今回は真ん中のお部屋に古民家の古さを生かしたリノベーションハウスを作ってみました。全体の色味をダークブラウンにしても可愛いですし、リノベーションをする前のがっつり古民家っぽくしても可愛い間取りになっていますので、ぜひ参考に作ってみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもたくさんお待ちしております。